それでは皆様合唱をお願いいたします。十遍のお念仏から始めさせていただきます。土生十年、ナムアミダブ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 ナムアミダ仏ナムアミダ仏。はい、どうも皆様よくお運びをいただきました。9月のお念仏の会、9月は彼岸へのお勤めをご一緒にいたしております。明日がお中日ということでございますが、本日は恒例の第4土曜日ということで、大勢の皆様にお集まりをいただきましてありがとうございます。お彼岸と申しますのは、ちょうどお日様が真西に沈む季節、西方極楽浄土に心を向けるにふさわしい時であるということで、このお彼岸、春と秋とご供養をしております。一般にはお墓参りですね。皆様お彼岸のお墓参りに行かれてご先祖に手を合わせるということでございますけれども、本日はこの臨海庵の本堂におきましてご一緒に法要をお務めしてまいりたく存じます。私は浄土宗の僧侶でございます。普段法然上人のですね名教について皆様にご紹介をさせていただいております。私が浄土宗に入門をしようと思いました。もう今から30年くらい前ですかね、だいぶ前のことでございますが、その時のことを少しお話をさせていただこうと思います。ちょっと座らせていただきます。ご承知の方もいらっしゃると思いますけれども、法然上人がご活躍された時代、平安時代の終わり頃から鎌倉時代の初めにかけてでございますけれども、この当時は、当然のことながら今日とはだいぶ世の中の様子が違っておりました。当時の方々がこの極楽浄土に生まれたいというふうに強く願っていた人々がそういう願いを持って生きていたという時代でございます。当時はですね、ちょうど11世紀に入った頃からでしょうか、自然災害、この夏も大きな自然災害ございましたけれども、当時もですね、干ばつ、あるいは飢饉、それから大きな地震がやはり頻発をしていた時代というふうに記録が残っております。それから富士山ですね、これも噴火を幾度かしたというような記録がございます。そうした自然災害が頻発をしまして、人々の心を不安にさせていたという時代でございます。それと当時の人々はですね、やはり神仏、神仏様の罰を恐れたんですね。これは自然災害とも関係していると思います。今日自然災害が起こって、これは神様が起こったからである、仏様の罰であるというふうに思われる方はさほど多くないと思いますが、当時はそういう方々が非常に多かった。そしてまた亡くなられた方のたたりですね、これが自分を不幸にするのではないかというふうに不安を持っていらっしゃる方も大勢いらっしゃったわけでございます。そうした中では仏教界はどうであったかと言いますと、平安時代も終わりに差し掛かってまいりますと、貴族のですね指定が仏教お坊さんになられるケースが多かったわけでございますけれども、
比叡山もそうした貴族の指定の、栄達の場というんでしょうかね、出世競争といいますか、そういう場に、どんどんなっていったわけでございます。そうしたわけで仏教界に救いを求める方々もだんだん減ってきた。加えまして当時は末法というですね、お聞きになったことあると思いますけれども、この末法という仏教の考え方はつまり仏教がお釈迦様の時代からだんだん衰えていくという考え方なんですね。今日では時代が進むとともにいろいろな技術が進化して治らなかった病気も治るようになる、そうした進歩していくというような今日の日本では少しそれもちょっと限りはあるかもしれませんけれども、20世紀の日本では世の中はどんどん進歩していくものだというのは当たり前だったわけでございますけれども、当時法然上人が生きておられた時代は仏教はお釈迦様の時代はお釈迦様だけでなくお弟子様方も悟りを開かれた、悟りを開くことができたんですけれども、だんだん時代が下ってまいりますと悟りを開くことができる人もどんどん少なくなっていく、あるいは修行をですね、真面目に修行しようとするお坊さんもどんどん減っていくと、ただ教えだけは残っているというような時代になっていくとですね、仏教がだんだん衰えていくというような、そういう歴史観の中で人々は不安になり、そしてこの生きている間ではなくて亡くなった後のですね救いを求めるようになっていったわけでございます。そうしたわけでたくさんの人が極楽浄土に生まれたいと願うようになった。私は仏教に関心を持つようになりましたのは20歳前後でございますけれども、その時はですね、死後の救いというのは私あまり関心はなかったんですね。関心はなかったんですけれども、仏教の教えをいろいろと勉強しておりますうちに、この生きている世の中はですね、先ほど申しましたように、いろいろと豊かになってくる、物も豊かですね、情報も豊かで、自分で好きなものを選ぶことができるというような時代にはなってまいりましたけれども、当時ですね、私の若かった頃私が感じておりましたのはとはいうものの大変に生きることが、生きづらいというんでしょうかね、自分の例えば就職にしまして、学校あるいは就職、これも非常に自分にとっては厳しいというんでしょうか、厳しい競争というんでしょうかね、そういう中をなんとか生きていかなければいけないと、なんと生きづらい世の中だろうということを、私も感じておりました。そうした中で仏教の勉強をしたわけですね。その、仏教をなぜ自分が志したかといいますと、心ですね、心の持ち方が自分の幸せ、人生の幸せを決めてくれるんではないかなと、これを若い頃から子供の時分からですね、なんとなく思っておったわけでございます。で、心の持ち方というのは、例えば、知性というんですかね、お勉強ができるとか、そういうことではないだろうと。あるいは、なんですか、気持ちっていうんでしょうかね、豊かな感情というか、心というんでしょうかね、それは確かに大事なことだなとは思っていたんですが、そうではなくてまた別の心のですね、知性でもない、またその感情でもなく別の方向にこの心というのは広がっていく可能性があるんじゃないかなという、ようなことを考えてたんですね。で、そうした私に道を開いてくれたのがやはり仏教ですね。この仏教、この仏様の世界というのは何か大きなものがあるに違いない
いうことをなんとなく感じておったんでございますけれども、そうした時に、いろいろな本を読んで、仏教の勉強をしていた時に、チベットのですね、チベット仏教のある本がございまして、チベットの死者の書という本があるんですね。これはお読みになった方がいらっしゃいますかね、いらっしゃらないですかね。元はもちろんチベット語で、なんですけれども、これをある方がエヴァンス・ベンツという方が英語に訳してですね、で欧米の方々に非常にそれが、読まれた。どういうことが書いてあるかと申しますと、これはですね、日本の仏教で申しますと枕行、ね、枕行というのは、人がお亡くなりになられた後、最初に枕元でお読みするお経なんですね。これを日本では枕行と申しております。今日では枕行をお務めしないご葬儀も多いんですけれども、昔は必ず枕行、今日でも地方によりましては必ず枕行を務めるというような習慣がございます。でその申しましたチベットに伝わるチベット仏教に伝わる枕行にはどういうことが書いてあるかといいますとですね、人が亡くなったら例えば何日目にはどういうその中ですね、心の中でどういうことが起こると、最初の1週間は穏やかな顔をした神様が現れるとかですね、やがて今度はとても怖い顔をした神様が現れるというような四十九日間、どういうことが亡くなった方に心の中で起こるかということをですね、事細かに書いてあるんですね。こうしたことが起こった時はこうしなさいというようなですね、いろいろな教えがありまして、四十九日が過ぎて、苦しい世界に生まれ変わることがないようにと、いろいろなそうしたガイドが書いてあるんですね。そうした、これは果たして本当だろうかと、本当のことだろうかというふうに、読む方は思われると思うんですが、それが非常に描写がリアルなために、欧米の方々もですね、東洋にはこういう教えが伝わってるんだということで、非常に読まれた。でこの本が、日本語に訳されたものが、多分1970年頃ですかね、出まして、最初は英語から日本語に訳されたものなんですけれども、続いてチベット語から日本語に訳された、本も出ました。私は当時もそれを読みまして、こういう世界があるのかと。要するに自分が亡くなったこの命がある間が全てではなくて、体の命が終わった後もその魂といいましょうか、自分の魂が成長していく、仏様の世界に近づいていく、そういうことがそういう教えがあるんだということで、私も非常に関心を持ったわけでございます。その後ですね、では日本の仏教にはこういう教えは伝わっているんだろうかというふうに、調べてみますと、これが一番私の最初に目に留まったのが法然上人の教えですね。お念仏の教えで、先ほどお話ししましたチベット仏教の教えでは、その亡くなった方が、その枕行ですね、耳元でお坊さんがいろいろ言うんですね。その亡くなってても聴覚は残っているというような考え方なんですね。そして、お坊さんが耳元で言ったことが、理解できるという、そういうふうな前提で書かれていることなんですけれども、そのお坊さんの指示を理解して、そしてお坊さんが言うように進んでいかなければいけないと。これがこのチベットの枕行の教えなんですね。ところが法然上人の教えを拝見しますと、そうではなくて、南無阿弥陀仏、お念仏を唱えれば自分自身の力で進んでいくのではなくて、仏様の力で導いてくださる、救い取ってくださるという、この教えを法然上人は説かれているというのを知りまして、これはチベット仏教の、チベットの仏教にもいろいろな教えがございますので、一概には言えませんけれども、先ほど申しました、
チベット仏教の枕行の教えよりもはるかに進んでいる、誰でも導いていただける、これが南無阿弥陀仏法然上人の見教えだなというふうにその当時私は思ったわけでございます。それから数年しまして、こうした浄土宗の僧侶になるというような機会をいただいて、皆様と一緒にお念仏をお務めすることができるというふうに、私もありがたいこうした臨海案という場をいただきまして、ご一緒にお念仏のお務めをする、あるいは法然上人の見教えを伝えさせていただいているというわけでございます。ではその極楽浄土阿弥陀仏という仏様ですね、極楽浄土という世界は本当にあるんだろうか、阿弥陀仏という仏様は本当にいらっしゃるのだろうかという、これが次の問いになってくるわけでございます。これは私は経験しておりませんので、まだ間違いありませんというふうには断言はできないですね。断言できないのになぜこうして教えをご紹介しているかといいますと、法然上人のお言葉、やはり法然上人の教えをいろいろと拝見してますと、この教えは普通の教えではない、法然上人は特別な学びとご経験をされている方だというのを私は感じました。法然上人がおっしゃっているからお念仏をお唱えするというですね、私は今はそういう、ところにおるわけでございます。やがてあちら側の世界に行きましてですね、こちら側に帰ってくることができれば、いやいや間違いなくこういう教えでした、教えの通りでしたというふうに皆さんにお伝えすることができるんですけれども、今の段階では、法然上人の見教えを信じるしかないというようなところにおります。いろいろと勉強してまいりますと、親鸞上人もそういう同じようなことをおっしゃってるんですね。自分は修行を積んで仏になれるような身ではない、もうこのままであれば自分はもう地獄に落ちるに決まっていると、地獄は一条住みかぞかしと、自分の、行き先はもう地獄に決まっている。だけれども法然上人がこういうふうに教えてくださっているので、ただその教えを信じてお念仏を唱えるばかりであると。親鸞上人にとっては法然上人という方はもう本当に全てをこう委ねるに値する素晴らしいお師匠さんであられたのではないかなというふうに思っている次第でございます。それともう一つですね、法然上人のこのお念仏の教えを皆様にお伝えする意味というのは、なるほど、そういう教えを説かれた方なんですねということだけではなく、私たちもやがてはあちら側の世界に行くわけですね。で今は割とそういった、お墓ですとかですね、お墓をどうしましょうかとか、亡くなる時は、お葬式はどうしましょうかとかですね、自分が病気になっても延命措置はいりませんと、そういうようなことをエンディングノートですかね、書く、そういうことを考える時代になってきております。それ自体は私はそうした準備というのはできるに越したことはないなというふうに思ってるんですけれども、やはり一番大切なのはですね、先ほど申しました心の持ちようなんですね。自分の、体が弱ってくる、あるいは病気が苦しくなってくるとですね、なかなかその強い心を持ち続けるということは難しくなります。これは、誰しもそうではないかなというふうに思うわけでございます。そうした中でこのお念仏の教えですね、やがては安らかな仏様の世界に行くことができる。そこには先に行かれたご先祖がいらっしゃるというですね、この教えを頼りとしてその最後の時を迎える、最後ではないんですけれどもね、その先があるんですけれども、今この世の最後の時を迎えるということはとても安らかな
旅立ちにつながるのではないかというふうに強く思うわけでございます。ですからエンディングノートも大事なんですけど、やはり一番大切なのは心をしっかりと持つ。そのしっかりと持つためには自分の力だけでは頼りはない。仏様の力をいただいて心をしっかりと保っていくと。これがこれから超高齢化社会と言われておりますけれども、私たちがそうした時を刻んでいく場合にあたってとても救いとなり頼りとなる教えではないかというふうに思うわけでございます。そうしたわけで、浄土宗の僧侶であるから浄土宗の教えをお伝えするという、それはそうなんですけれども、それ以外にも私も今申しましたような思いを持って、法然上人の見教えをご紹介させていただいているというわけでございます。本日は一枚起請文をご一緒に拝読しようと思ったんですけれども、すでにだいぶ時間が経っております。ちょっと一回ですねご一緒に拝読をいたしたいと思います。お手元のお経本12ページでございます。では一回もう馴染んでいらっしゃる方もおられる多いと思いますので、もう通してですね、ただし馴染んでない方もいらっしゃいますのでゆっくり読んでまいりたいと思います。私が言いながら読んで、ご一緒にお読みいたしましょうか。法然上人ご遺訓一枚起請文、初めからご一緒にお読みいたしましょう。はい。法然上人ご遺訓一枚起請文、もろこし我が町にもろもろの知者たちのさたし申さるる観念の念にもあらず、また学問をして念の心を悟りて申す念仏にもあらず、ただ往生極楽のためには南無阿弥陀仏と申して疑いなく往生するぞと思い取りて申すほかには別の司祭そうらわず、ただし三人四種と申すことの僧侶は皆欠場して南無阿弥陀仏にて往生するぞと思ううちにこもり候なり、この他に奥深きことを存ぜば未尊の哀れみに外れ本願に漏れ候べし、念仏を信ぜん人はたとえ一代の法をよくよく隠すとも、一文不知の愚鈍の身になして阿弥入道の無知の友柄に同じうして知者の振る舞いをせずしてただ一向に念仏すべし、生のために領主因をもってす浄土宗の安心企業この一子に至極せり、元空が所存この他に全く別理を存ぜず、滅後の邪義を防がんがために所存を記し終わんる。建暦2年正月23日大師在ご飯。はい、ありがとうございます。今日はですね、おしまいの方から少し逆の方向に進んでみたいと思います。建暦2年正月23日ですね。これは建暦平安時代のもう本当に終わり頃でございますけれども、西暦で申しますと
1212年13世紀ですね、1月の23日に法然上人はこの一枚起請文という文章をしたためられました。この2日後25日に正午にお亡くなりになられたわけでございます。このもう法然上人の最後が近づいてきたということで、お弟子様にですね、お弟子様に請われたのでしょう、一筆をしたためられた。で後ろの方から参りますね。3行、浄土宗の安心起業、安心というのは心の持ち方ですね、心構え、それから起業というの、行というのは修行でございます。修行のあり方、浄土宗の心の持ちよう、また修行のあり方はこの一紙、この私が書いているこの一枚の紙に全て込められておりますですね。この一枚の紙を、内容を受け取って、しっかりと受け取っていただければ、それが浄土宗の全てでございます。元空、これは法然上人ご自身のお名前でございます。私法然元空の思うところ、存ずるところは、この他に全く別義を存ぜず、これ以外には全く他の考えはございません、ね。自分はやがて亡くなるでありましょうが、亡くなった後、法然上人の教えはこうであった、ああであったと誤解ですね、誤解が起こることを防ぐために、この一枚の紙が全てであるということを、私の考えをこの一枚の紙に全て込めて、記し終わりましたというですね。これは本当に法然上人の強い最後のお言葉でございます。それではどういう見教えをこの一枚にしたためてくださったのでしょうか。まず起請文、一枚起請文ですね。この起請文というのはどういう意味かと申しますと、誓いの言葉、ここで申しますと、仏様の前、阿弥陀様、お釈迦様の前で法然上人が誓われたその誓いの文章という意味でございます。普段私はこれは法然上人のご遺言ですよというふうにご案内しておりますけれども、ご遺言には間違いないんですけれども、正確には亡くなられるにあたりまして、仏様の前で法然上人がそのお誓いを述べられたという文章でございます。諸越中国や我が朝、我が日本でさまざまな偉い学問を積まれたお坊さん方が沙汰し申さ、あれこれ沙汰をするといいますね、いろいろと論じられている念仏、それは観念の念ですね。この観念というのはどういう念仏かと申しますと、仏様のお姿をですね、あるいは極楽浄土のありさま、これがお経に、浄土三部経の中にもこと細かに説かれております。そうした仏様のお姿や極楽浄土の様子を瞑想、頭の中ですね、思い浮かべる、これが観念の念ですね。他にもちょっと意味がございますけれども、この仏様や極楽浄土のありさまをイメージで思い浮かべるという修行の仕方でございます。どうでしょうかね、皆様。ちょっと目を閉じていただきましょうか。この臨海庵のご本尊様のお姿を、思い浮かべることができますでしょうかね。ちょっと意地悪な質問かもしれませんけれども、両足を組んで座っていらっしゃいます。右足が上か左足が上か分かるよっていう方いらっしゃいますかね。いらっしゃらないですよね。あるいは、阿弥陀様が両手を組んでらっしゃる。どういうふうな形で、
両手を組んでらっしゃるか、お分かりになる方いらっしゃいますかね。なかなか普段そこまで見てないという方が多いと思います。あるいはそうですね、阿弥陀様のお袈裟、衣がお体にかかっておりますけれども、両肩にかかっているでしょうか、あるいは左の肩にかかっているでしょうか、右の肩だけでしょうか、ねはいという方いらっしゃるんですね。なかなか難しいものでございまして、私も普段仏様ありがたいとこ手を合わせますけれども、そのお姿まではですねあまりよく見てないですね。お経にはですねもう本当に細かいお姿の様子が説かれておりまして、それを思い浮かべる、先ほどのチベットの枕経ではないですけれども、なかなかそうしたイメージよほどの絵心のある方でもですね難しいのではないかと思います。そうした修行法、いろいろなお坊様方が説いていたわけですけれども、私が説いてまいりましたお念仏はそうした修行ではございませんですね。また学問、いろいろなお経の勉強をしてお念仏の意味、南無阿弥陀仏の意味やですね、意味を悟りてしっかりと理解をして唱えるお念仏ということでもございませんとおっしゃってるんですね。南無阿弥陀仏と唱えなさいと、しかしそんなに勉強して詳しくですね学ばなくても大丈夫ですよと。ただ往生極楽、先ほど申しましたように、命を終えた後で仏様の世界にしっかりと導いていただくためには南無阿弥陀仏と申す、これは声に出して唱えるということでございます。声に出して南無阿弥陀仏と唱え、このお念仏によって間違いなく救い取っていただけるという、そうした強い心を持ってお念仏を唱えなさい、ね、その他には細かい条件はありません。別の司祭そうらわず、細かい条件はございません。ただしですね、これ三人四種という、これちょっと細かい条件に入ってしまうんですけれども、これはお経に説かれているお念仏を唱える心構えとかですね、あるいは実際の日々の、修行の在り方説かれておりますけれども、こうした三人とはこうだ、四種とはこうだというと細かい議論がございますけれども、そうした細かい教えも全てですね南無阿弥陀仏で往生させていただけるというこの思ううちに全て込められているのですと、ね、皆欠場してというのは心をしっかりと思い定めてお念仏で導いていただけるという思ううちに全て込められているのです。この他に奥深いこと、つまり法然様はこうおっしゃっておられるけども、実はこういうところを理解しないと救われないのではないかとですね、そういうことをおっしゃる方もいろいろおっしゃる方がおられた。南無阿弥陀仏と唱えるだけで本当に救われるのだろうか。しかし救われます。この他に奥深いことをいろいろと考える、そうでなければ救われないと思うのであれば、二尊、この二尊というのは、お釈迦様と阿弥陀様でございます。必ず救うと約束してくださっている阿弥陀様と、その教えを私たちに説いてくださったお釈迦様、このお二方の憐れみの心に外れ、そして本願阿弥陀様の我が名を呼べと必ず救うというそのお約束にの救いに漏れてしまうであろうとですね。この他に奥深い、要するに法然上人ご自身がですねこのお念仏だけで救われるというのではなく、その裏にですねいや実はこういう思いがあるんだという深い思いがあるんだと、もし法然上人がそうしたあれこれの教えを胸に秘めているのであれば、法然上人ご自身がこの二尊の憐れみに外れ本願に漏れてしまうであろ
ね。ここが先ほど申しました起請文、仏様の前での誓いにこれがそこの誓いの部分であるわけでございます。私の言うことが偽りであるならば、もう仏様は私のことを救ってくださらないというふうにもうしっかりと誓われている。私の教えはもう誠皆様の教えであるというふうにおっしゃっているわけでございます。このお念仏だけで救われるという教えを信じる人は、たとえ一代というのはお釈迦様一代でございます。お釈迦様一代で大変多くの教えを説かれました。そうした教えをつぶさに学んだとしても、いや私はお釈迦様の教えを勉強しました、よく知っていますということではなくて、いやいや一応なぞることはしましたけれども、実のところ一つの文章も理解していないというふうに自分のことを思って、阿弥入道の無知の友柄、阿弥入道というのは当時ですね、仏教の勉強や修行をあまりせずに、ただ頭を丸めて私は阿弥でございます、坊さんでございますというふうにおっしゃる方がたくさんおられたんですね。そうした、頭を丸めただけのお坊さん、尼僧さん、形ばかりの、出家者、そうした方々と自分は同じであると、一つも理解してないというふうに自分のことを見なして、知者の振る舞いをせずして、自分は仏教を理解している、浄土教をよく理解しているというような考えを捨てて、ただ一向に南無阿弥陀仏と唱えなさい、ね。その私が申したという間違いないその証明のために、両手でピタッと一枚書の原本というのが金海光明寺京都のお寺にございまして、前に写しを皆さんに皆さんではない一部の方にお渡ししたと思うんですが、両手の跡がはっきりついてるんですね。これ法然上人のこの両手の跡、今日でしたらハンコついたりサインしたりするところでしょうけれども、ピタッと間違いないというふうに証明をされたわけでございます。そうしたこの浄土宗の私が説いてきた教えは、この今申した一枚の紙に全て尽くされているのですと、これがこの一枚起請文というわけでございます。それではまた後で法要の中でお読みしますけれども、今一度初めからおしまいまでご一緒に読んでまいりましょう。法然上人ご結君というところからご一緒に。はい。法然上人ご結君一枚起請文。もろこし我が町にもろもろの知者たちのさたし申さるる観念の念にもあらず、また学問をして念の心を悟りて申す念仏にもあらず、ただ往生極楽のためには南無阿弥陀仏と申して疑いなく往生するぞと思い取りて申すほかには別の司祭そうらわず、ただし三人四種と申すことの騒動は皆欠如して南無阿弥陀仏にて往生するぞと思ううちにこもり候ない。この他に奥深きことを存ぜば、未尊の哀れみに外れ本願に漏れ候べし、念仏を信ぜん人はたとえ一代の法をよくよく学すとも、一文不知の愚鈍の身になして阿弥入道の無知の友柄に同じるして、知者の振る舞いをせずしてただ一向に念仏すべし、正
企業この一子に至極せり、元空が所存この他に全く別義を存ぜず、滅後の邪義を防がんがために所存を記しおわんる。建暦2年正月23日、大師在ご飯。はい、ありがとうございます。それではここで同章10年ご一緒に十遍の念仏をお唱えして私のお話を閉じさせていただきます。引き続き祈願への法要をご一緒にお務めいたしましょう。同章10年、はい。ナムアミダブ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 ツナムアミダブ。はい、ありがとうございます。では今日遅くなり